こんにちは、加藤です。今日はデッサンを形作る要素4種類あるとお話しして、これまで解説を進めてきましたが、その4回目になります。このデッサンの中で一番最後の目標というか、空間表現ができるようになると、おーってみんな驚く。最終目標というと言い過ぎなのかな。空間表現っていうのがデッサンの中で一つの目標、区切りになるかと思います。今日はそのことについてお話していきます。これ、以前レクチャー動画でこの実際に紙コップを3つ置いてそれを書いてる動画を上げたんですけれども、これを例に持ってきました。これを題材にして空間表現っていうのはどんな風に進めていったらいいのかっていうことについてお話していきます。ちょっとね、モチーフこれ小さいんですけれども、ミニチュアサイズの紙コップなんですが、こんなものを台状に3つ向きを変えて並べてですね、デッサンをしているんですけれども、どうですか皆さん、これご覧になって。手前、中、奥、同じものなんですけれども、ちょっと奥行き感じ取っていただけますでしょうか。こんな風に二次元の平面、紙の平らな二次元表面に鉛筆のせいぜい何ミクロンっていう黒い粉を乗っけて描かれた絵なんですけれども、デッサンなんですけれども、不思議な感じしませんか？二次元なのに三次元を感じさせる。これがデッサンをしていて面白いというか、目のトリックですよね。実際はそこに3次元の奥行きなんてないんですけれども、あたかも3次元の空間がそこに存在するような、そんな表現ができるのがこのデッサン、絵画表現の面白いところだと思います。これって単なる技術なので、才能とかセンスとかっていうことではなくて、練習して身につけることができるテクニックです。なので皆さんも順番にですね、形が取れるようになって、明暗で立体表現できるようになって、材質表現もできるようになって、最終的にはこの空間表現できるようになってほしいんですけれども、そのポイント、コツについて今日はちょっとお話ししていきたいと思います。まずね、どうでしょうね。手前寝っ転がっている。そして2番目が反対に置かれている。で、後ろが普通に置かれている。っていう置き方は違うんですけれども、なんとなく書き分けができてるっていう感じ、わかりますかね。いくつか見どころというか、ここを比べながら見ていきましょう。例えば影の表現どうでしょうか。手前、中、奥。わかりますかね。これね、レクチャー動画でもね、こう喋りながら、どうしているって、なぜそこでそうしているっていうお話してるんですけれども、一番手前、やっぱりコントラストちょっと強めかな。サイドが高い黒を使ってるかな。逆に遠くのもの。影のトーンが手前に比較するとちょっと鈍いかな、弱いかな、薄いかな。で、これってテクニック、今さっきデッサンの技術っていうのはテクニックって言いましたけれども、方法論じゃないんですね。そこに置かれたモチーフを観察したときに手前に感じている理由があるんですね。そして遠くに感じられている理由があるんです。それを実際にその目の前にあるモチーフを観察して読み取って置き換えていくっていう作業なんですが、もしもこれがよくあるんですよね。手前だからコントラストが強いとは言い切れないっていうか、後ろに強いコントラストが来ていることもあるので、ちゃんとした空間表現できている時っていうのは、セオリー通りじゃなくてもちゃんと奥行き感が出ます。これ、その方法論で捉えている人はいつもワンパターン化した明暗であるルールにのっとって作業していくので、実際がそうでなかった時に頭混乱するっていうか、論理が破綻してしまうんですけれども、私は実際に見えているそのモチーフの現象と理論が一致した時に自然な見え方、空間、三次元の立体表現ができると思っています。なので皆さんもあまりその辺は決めつけすぎないでっていうか、思い込みすぎないで、ねばならないって考えないで、ちゃんとその現場にあるモチーフの現象を感じ取りながら、自分のね、柔らかいセンサーで感じ取りながら表現してほしいなと思います。結構大事なポイントになるので覚えておいてください。前々回かなお話ししたバルールです。バルールってフランス語なんですけれども、英語で言うとバリューですね。それについてお話しします。色の位置。例えばこのトーン、この暗さが、この暗さでちょうどいいのかどうか。この明るさでちょうどいいのかどうか。それがぴったり合ってると奥に行って見えます。逆に、この明るさ、この暗さっていう、これが合っていると手前に出て見えます。合っているっていう基準は何かっていうと、ここで決まるわけじゃなくて、こことここを比較したときに、もう一回言います。こことここ、こことここ。例えばバックに対して暗い、バックに対して暗いっていう手前の紙コップの内側、奥の
紙コップの内側ってありますけれども、この2つ前後どうでしょう、実際にはこれ20センチくらい、私から見た位置からだと距離があるんですね。で20センチくらい手前のものと奥のものでは、その明るさの度合い、暗さの度合いが手前と奥とではだいぶ違うんですね。でそれを観察する、見て分かる、分からないと、書き分けられないんですけれども、観察して発見していってほしいと思います。バルールが合うっていうための条件は、よく観察して、でここで比較するんじゃないんです。手前と奥と比較して、この暗さが本当にこの暗さでいいのか、この絵の中のですね、この絵全体の四角い紙の中のちょうどいい暗さになってると、この位置がピタッと決まります。この暗さが合っていると、この位置がピタッと決まります。作者、見る人からの距離をちゃんと感じさせるためには、バルールが合ってるっていうことが一番の条件になります。バルールさえ合っていれば、奥行き表現、空間表現ができます。言葉で言うの簡単で、実際じゃあ書いてみろって言われると難しいんですけれども、比べる、比較して、ここを比較するだけじゃなくて、こことここ、こことここ、手前のものと奥のもの、それよりも奥のものっていう比較する対象が広範囲にわたるといいです。隣同士って近い関係だけを見比べるんじゃなくて、離れたところを比べる。離れたところ。手前の影、中の影、後ろの影。手前の紙コップの内側、奥の紙コップの内側。真ん中の紙コップの内側。そんな風に離れたところと比較して、そこのトーンが合ってるかどうかっていうのを何度でも見比べて判断していってください。で、最初のうちっていうのは書いていてもなかなか後ろ引っ込んでくれないとか、手前に飛び出過ぎちゃうとか、そんな風に位置がぴったり合わないことって多いんですね。なんですが、離れてみたりひっくり返してみたり、何度もトーンを上げたり、明るくしたり暗くしたりしながら、ちょっと暗くしたら引っ込んで見えたとか、ちょっと明るくしたら手前に出て見えたとか、変えることによって出て見えたり引っ込んで見えたりっていう位置が変わります。でその位置を変えながらぴったりした位置になるまで調整するのがバルールを合わせるっていうことになります。これ一筋縄ではいかないというとちょっと難しく感じられますけれども、コントラストが強いとか弱いとか、サイドが高いとか低いとかっていうセオリーだけでは処理できない問題かもしれません。どうして手前に見えてるのかっていう理由が、条件としてコントラストが強いから出て見えるとか、コントラストが弱いから引っ込んで見えるとも言い切れないんですね。遠くにあるものなんだけれども、手前よりもコントラストが強く見えたりとか、そういうこともざらにあります。なので、あまりその理論というかセオリーにとらわれすぎて、実際にそこに見えているモチーフから受け取った情報とねばならないみたいな、出て見えるための条件みたいな理論だけで捉えようとすると、実際に見えてる世界と違ってる場合に自分の頭の中で破綻しますので、うまくそれが融合というか整合性が取れるように見えている理由があるんですね。どうしてそう見えてるのかっていうのを書きながら発見していってほしいなと思います。非常に今日はね、表現しにくい解説というか、うまく説明しにくい内容だったんですけれども、空間、皆さんがこれからですね、デッサンを始めて、一つの目標として空間表現ができるようになることを願っています。そして今日は結構大事なことを一つね、最後にお伝えしておきたいと思うんですけれども、覚えておいてください。二次元平面における立体表現、空間表現をするときに、皆さんね、自分からモチーフまでって距離がありますよね。例えば台上にモチーフ組んで描く場合、風景でもいいです。そこにある人物だったり山だったりまでの距離、空間があります。自分から対象までの空気がまずあって、でモチーフがあるとモチーフ同士の間の空間があります。そしてその後ろにもまたモチーフの後ろにも空間があるんですね。それを表現していってほしいと思うんですが、結構勘違いしやすいのが、一つありまして、何かっていうと、立体表現、立体感を出すために飛び出させようと書く場合っていうのが実はあったりするんですね。
どう言ったらいいかな。絵はこの紙の表面の後ろに空間を作っていく表現だと思ってください。紙のこの白い紙の表面ありますよね。この紙の表面から奥へ空気を描いていく、作っていく。なので、自分から例えばここにある紙コップまで、例えば1メートルとか1メートル半とかの空気がありますけれども、紙の表面からこの紙コップまでにその1メートルから1メートル半の空気を感じさせることができると、紙の表面の奥へ後ろへ空間を作っていくことができるようになると、絵画として非常に優れた作品になってくれてると思います。逆に言うと気をつけてほしいのは、飛び出す絵本じゃないので、絵画っていうのはね、手前にボコって飛び出るような表現を目指してほしくないなと思います。ありがちなのが、例えば受験生とかで石膏デッサン、マルスとかヘルメスとかとマッチョな石膏像があるんですけれども、そのね、例えばグッと張り出してるこの肩とかね、グイッとボリューム感を出すために、前へ自分の画面から飛び出すようなね、すごく迫力はあるんですけれども、絵っていうのは飛び出す絵本じゃないので、空間を後ろへ奥へ、紙の奥へ作ってってほしいんですね。で、それを勘違いすると、前に肩を飛び出させようとかね、鼻を飛び出させようとかって言って、どうしてもね、どう言ったらいいんでしょう、トリックアートみたいな感じになってくることが時々あります。デッサンを始めたばかりで立体表現を、空間表現を目標にしている方は、絵画空間っていうのは後ろに空間を作っていくものだっていうのを覚えておいてください。はい、今日は最後の一つ、空間表現についてお話をしました。はい、解説でお話ししましたレクチャー動画、概要欄に貼っておきます。リンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。この動画が参考になったら、チャンネル登録、いいねボタン押してもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。